どうも皆さん、森のニーナです。今日の動画はなぜ老ける？老化の原因と老けから身を守るためのスキンケアを今日は紹介していきます。老化の一番の原因は紫外線。そう叫んだあの日から早4年が経ちました。その4年間の間、よし、日焼け止めを塗れば OK、ビタミン C を飲めば OK、摩擦気をつければ OK、そのようにして私は乗り切ったつもりだったんですけど、見落としていたことがあります。日常に潜むもっと細かな老化の引き金たちを皆さんはこの動画をきっかけに守ることができると思うので、よかったら私の代わりに幸せになっていただけたらと思います。それでは始まります。スタート。実は私前髪切ったんですよ。なんで切ったかっていうと、日焼け止めはおでこが一番分厚く塗るべき場所だったの。太陽って上から降り注ぐじゃない？おでこを出してたらそこだけ先に老化が加速してるってよく考えたら分かる話なのに気づけなかったってところが、真剣に紫外線対策と向き合ってなかったなって後悔してます。私のすっぴんおでこがしぼんでるの。数年前の自分にタイムスリップして会いに行けるんだったら、おでこそんな量じゃダメだよってマジで叱りたい。日差しが強くなってくる季節だけは日焼け止めだけじゃなくて、外出る時はこうやって下ろしてお出かけしようかなと思っておまけ項目でした。早速本編なんですけど、まず皆さんに質問があります。皆さんのお顔左右どっちかが老けてるっていうことってありますか？当てはまってなかったら次の引き金に飛ばしちゃって大丈夫です。時間は大事当てはまってる方、それは右ですか左ですか？どちらか顔半分が老けてる方は、もしかしたらそれ横向きで寝ているからかも。特にそっち側でいやいやニーナさん、わかるけどそんなのどうしようもなくないみたいな思う方いっぱいいるかもしれないんですけど、ちゃんと後で私がやっている解決策っていうのも紹介するので、無理と思って諦めないでほしいんです。寝る時間イコール美容回復時間でもあるのに、逆に老化の原因になってるなんて悲しいですよね。実際に私子供の頃から左でずーっと寝てきたんですよ。で、なぜこれが老化の引き金になってしまうかというと、横向きで寝た側の皮膚引っ張られるじゃないですか。スキンケアでさえね、摩擦に気をつけながら優しくしていこうねって話をしてるのに、早く寝たいっていうのを優先して分かってはいるけどやっちゃうみたいな、これが皮膚が引っ張られてたるむいの原因になるんです。さらには圧力だったり寝返りの摩擦だったりで細胞にダメージを与えて水分保持しづらい肌になって、それもたるみやすい肌質につながるんです。今すぐできること2つ。1つ目は枕を変える。まず横向きで寝ちゃう理由は仰向けで寝づらいからなんです。なので仰向けが一番寝やすい状況を作るために私は枕を変えました。枕変えるって意外にハードル高くないですか？通販で買って自分の頭、首、寝心地に合うかどうかわからない。じゃあ私は何をしたかっていうと、ちゃんと枕屋さんに行って自分でビーズとか出し入れして常々調整できる枕を買いました。それに変えてからマジで仰向けが楽になりました。で、私が持ってるのはこれ。あとはストレッチ。横向きで寝てしまう私が思ってる一番の原因は左右差なので、寝る前にストレッチ、ちょっとね体のバランスが整うんですよ。続いての引き金は無表情。いやいや、無表情だったら表情筋使わないからシワできる要素ないじゃんって思う方いらっしゃると思うんですけど、口角下がってると老けて見える認識ってありますか？ずーっと無表情で表情を作らない時間が長いと、口角ってどんどん下がっていってしまうんですよ。リモートワークだったりちょっと前までの自粛の影響で人との接触も減って無表情の時間が増えてる、そう思いません？筋肉って年を重ねていくと大きくなって硬くなってしまうらしいんですよ。で、実はね、口角を上げる筋肉、こうやって笑う時に上げる筋肉ってあるじゃないですか。下げる筋肉もあるんですけど、この下げる筋肉も大きくなって硬くなっていってしまう影響で、年々年取ると下がっていってしまうんですよ。それって人間の自然な老化の仕方なので、口角が下がって見えることによって老けて見えることにつながります。逆に言えば口角って上がってると若く見えるんです。今すぐできること2つ。25歳の時からずっと続けていることがあって、それは上の歯の下にちょっと下の唇をしまっておくんですよ。で、ちょっと上の歯の後ろに下唇を
しまっておく、これだけ。その他の対策は結構これ簡単で、一つは喋ってる時に口をなるべくちゃんと動かす、口元をしっかり動かすということが口角が下がりにくくなる一つの対処法なので、ハキハキと喋る。あとはよく噛んで食べる。食事によって口の周りの筋肉がしっかりと動かせることができる。あとは口角が下がらないために避けなきゃいけない行動っていうのもあって、食いしばりと歯ぎしり、これに関しては私はマジで意識的に直すことは難しいと思うので、昔私歯医者でそれを相談した時に言われたのが、ボトックス打ってくださいって言われたんですよ。エラボトックス。歯医者で勧められてエラボトックスをしたっていうのが一番最初のきっかけなんですけど、エラボトックスで寝てる時の歯ぎしりっていうのは治りました。意識的に治すことが難しいところはちょっとね、これは医療のあれになっちゃうのでやった方がいいよって勧めにくいんですけど、そういう対処法もありますよ。あと一つ手っ取り早くだし習慣づきやすいし面白い対処法っていうのが、アヒル口を練習する。続いての引き金は、経済的にピンチな生活。実は最も見た目を老けさせるのはお金のストレスなんです。今すぐできること、私はお金のプロではないんですけど、こういった企画なので私なりの提案というか、私がピンチだった時にやっていた、マインドセットみたいなのも紹介します。今すぐできることって言ったら、やっぱり手っ取り早いのは考え方を、ちょっとコントロールする。よく言いますよね。お金のことをあんまりお金だって考えずに道具だと思えって。私の経験で言うと実際に大きな効果があったんですよ。実はね、私23歳の時に日本に来たばかりの時にお金もないし家もなかったんですね。だけどなんか楽しめてたの。その理由が、今までペソを使っていたのに円だったから、あんまり自分が手にしたことのない紙だから、まさに道具だと思えてたんです。お金を本当にただの道具だと思えることによってストレスがなくなると行動力も上がるんですよね。でもう一つは基礎的な話になっちゃうんですけど、今の生活費を見直す。必要ない支出を削減したら割と結構余裕できることもある。例えば月に4回遊びに出ているんだったら、それを月に1回だけにして他の3回は家に呼んでお家で遊ぶとか収入自体をすぐに増やすっていうのは難しいから使わないっていうのが手っ取り早い。続いての老化の引き金は、眉間にシワを寄せる。これはただ表情筋のせいでシワが定着しちゃうっていう話ではなく、実は眉間にシワを寄せると老化物質を出せっていう指令を脳が出しちゃうんですよ。でその仕組みはというと、眉間に18本のシワがあるんですね。でこの18個の神経は脳細胞に直結していて、眉間にシワを寄せてしまうことによって脳細胞に刺激が伝わって老化物質を出せという指令を出します。なので眉間にシワを寄せるっていうことが老化を早めることにもなります。でその老化を唯一止めてくれるツボっていうのがあって、口角の横指3本分離れたここを頬骨の下を軽く押すことによって脳細胞に老化を止めろっていう刺激を与えます。続いての引き金は、シャンプーやトリートメントの時に頭皮をほぐさない。頭皮をほぐさないと老化の引き金になる理由っていうのが、老廃物が溜まりやすいんですよ。頭皮は私筋肉が全然ないので血も届きにくいんですね。それによって起きるのは、老廃物を排出しにくくなることによって顔の老化も進みやすくなるし、髪の毛にも栄養が届きにくい環境を作ってしまうので、頭皮をほぐすってめちゃくちゃ大事なんですよ。今髪の毛のお話もしたんですけど、肌だけじゃなくて髪の毛の見た目にも注意することによって見た目の若々しさは保つことができると思います。具体的にどうだったら老けて見えるっていうある調査があって、1位はたるんでる肌が、で2位が目元のシワで、3番目がパサついた髪だったんですよ。はい、では今すぐできる解決策っていうのを紹介する前に、まずは皆さんに頭皮をほぐす必要があるかっていうサインをお聞きしたいんですけど、一つが髪の毛は細くなってないか、白髪が増えてないか、なんか髪の毛がうねってきてないか、ボリュームが出しにくくなってるか、抜け毛が増えてないか、頭皮の色がちょっと肌色っぽいとかグレーになってないか。健康な頭皮っていうのはちょっと青白くて透明感があるんですよ。これらに当てはまっていたら頭皮はほぐしましょう。頭頂部、ここが一番血液が届かない場所なんですよ。
なのでここが凝るともう全体の不調が現れるんです。逆に言えばここをちゃんとほぐしていれば額の横じわが出現しにくくなります。髪の毛にあまり負担がないやり方っていうのがこうじゃなくて押し当ててこうやってほぐすんです。これが痛い場合はこうでいい。こう。続いての老化の引き金は、これは私がマジで後悔してることなんですけど、表情筋の使い方が下手くそ。笑い方を私は20代の頃に気をつけてたんですよ。でもそれが後に目尻のシワを引き起こしてしまったってことがあるんですけど、何をやってしまったかっていうと、目を本来の笑い方以上に細める笑い方をしてたんですよ。なんでそういうことをしてしまったかっていうと、私20歳から23歳の時にフィリピンに住んでた時ね、ロボニーナって呼ばれてたんですよ。もう無表情だったり口も動かないし、もうレイトリアクションだし、でその上日本に帰ってきてからもアプリの広告モデルをさせていただいた時に、この人目が死んでるとか、そういったコメントとかを見てコンプレックスだったんですよ。何が言いたいかって、目が死んでないように見せるために本来の笑い方以上に細めるみたいなことをやってしまってたんですよ。でもだんだんとそれが定着してきて、今では嘘じゃないですよ、この笑い方は。だけどその時練習していた表情の使い方が後に目尻のシワを深めてしまいました。シワを作りにくい表情の作り方っていうのは把握しておいた方がいいです。例えば鏡で私って笑ってる時どんな顔になってんだろうって一回鏡の前で再現してみる。目尻にシワできそうかも、この笑い方ってなったらちょっと練習する。老化する食べ物や飲み物を避ける。食べ物に関してはこの動画で私詳しく紹介していて、これマジでね自画自賛になっちゃうんですけど、疲れてる時に見ても分かりやすい動画になってると思うので、本当にこれよかったら見てみてほしいんですけど、この動画で簡単に紹介させていただくと、高温調理された食べ物は基本的にマジで老化物質エイジーズの数値が高いので避けた方がいいです。あとはブドウ糖果糖液は特にジュースとかね、液体だとマジで急速で糖化する原因になってしまうので避けた方がいいです。対策法としては、まずエイジーズの吸収しづらい食べ物飲み物を一緒に摂取するっていうことが対策として挙げられます。例えば唐揚げ食べたい時はレモンをかけるとか、エイジーズを吸収しづらい、飲み物っていうのは緑茶。このようにして老化しやすい食べ物と老化を吸収しづらい食べ物や飲み物を一緒に摂るようにしてうまく食事をとる。続いての引き金は下を向く。マジで下を向く機会って多すぎるんですよ。スマホを見る時もそうだし、私だとペットが床にいたら下向くじゃないですか。この下を向くっていう行為はマジでその重力、もうね筋肉って形状記憶するんで、もうなるべくベストな状態でいた方が私はいいと思っていて、例えば分かりやすい例で言うと、鏡をこうやって下にやって、これめちゃくちゃブスじゃないですか。これねマジで老ける行為なので避けた方がいいです。これをね毎日やっていたら、そりゃたるみにつながるし、首のシワもできやすくなるので、もうパッと見の印象を老けさせる原因なんですよ。でもこれって改善するのもめっちゃ簡単。下を向くことを嫌がる下を向いたら老けるっていう恐怖を忘れないっていうことが一番今すぐできる解決策です。続いての引き金は人と会わない。思い当たる節ありません？しばらく人に会わないでいるとなんか顔が老け込んでるなみたいな。私が思う理由は老廃物が顔に溜まりやすくなるからだと思うんですよね。もう人と会話してるだけでもう顔の筋肉って動くから老廃物が溜まりにくくなるんですよ。だし顔の筋肉は動かさないと老化していくだけだし、シワの原因にもなります。なので顔の筋力とむくませない、老化の原因にもなる老廃物が溜まっちゃうっていうことを防ぐためにも、人と
会う機会はなるべくあった方が老けにくくなります。今すぐできる対策法としては、例えばいや人付き合いって疲れるんだよね、逆にニーナさん私ストレス溜まっちゃうんだよっていうね方いると思います。私だってありますよ、人と喋りたくない時。でもそういう日でも顔は動かすようにしてます。例えばなんかもうほんと何でもいいです。もうとにかく口とかね、そのシワができるリスクがない顔のパーツをとにかくめちゃくちゃ動かすようにしてます。ここをストレッチするイメージで、あとね、これいいなと思うのが、自分こういう性格で良かったなと思ったのが独り言が多いそのおかげでマジで人と会ってなくても、昔人と会ってなくて全然喋ってなかった時と比べて顔がどんよりしづらくなった。ここからは少しスキンケアのお話をしていこうと思います。老化を引き起こす引き金、朝洗顔料を使わない。これね、意外にやってる人多いなと思っていて、なんでかっていうとね、夜使ったスキンケアはもう翌朝にはもう効力はないと思ってください。だし、しっかりと落とさないと酸化した油が残ってることになってしまうので、毛穴の奥に残っていたら、それが後に角栓となって、その角栓が酸化して黒ずみになってしまったり、周囲にある皮膚組織に悪影響、その酸化してるからっていうこともあるので、必ず洗顔料は朝使ってほしいです。とは言ってもニーナさん、朝洗顔料使っちゃうと乾燥肌すぎて突っ張っちゃう感じがもう怖くてしょうがないんですっていう方におすすめなのが、マナラの泡立たないトリートメント洗顔っていうのがあるんですけど、これねパックにしてもいいってぐらいその洗浄成分の刺激がないので、乾燥怖いっていう方におすすめです。スキンケア用品とは関係ないんですけど、洗顔した後に最後に冷水を当ててあげることも乾燥予防になります。続いての引き金は、化粧水を塗ったらなじます時間を設けてる。これダメ。絶対水分蒸発するので、もちろんねスキンケアを塗った後にそのなじます時間を設けるっていうことも大事なんですけど、化粧水にはこれは当てはまらないです。基本的に化粧水は塗った後はすぐに美容液だったりとか乳液に進んだ方がいいです。あとね、もっと言うと化粧水一度塗りじゃない方がいいです。最低でも3回は化粧水を塗った方が肌の水分値は上がります。はい、いかがだったでしょうか。マジでね、本当はもっともっとあるだけどちょっと長すぎるので、また好評だったら老化を引き起こす原因、そして老化から身を守るスキンケアっていうのを紹介します。今回は習慣とスキンケアっていうのを紹介させていただいたんですけど、割とね普段のメイクで老けて見えないためのメイク、そのハイライトの位置だったりとか唇の作り方、肌質の作り方っていうのもやっているので、よかったら毎日メイクとかも見ていただけたら嬉しいです。よかったら皆さんがやっている老けないためにおすすめの習慣、スキンケアなどありましたらコメント欄で私含め他の視聴者さんにもシェアしていただけるととっても嬉しいです。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。